シュですね。お昼でキッシュのプレートを提供したりとか単品で販売もしてるので、かぼちゃとベーコンのキッシュ、うちはなんか小さすぎてストックするキャパシティもないんで、毎日だいたい仕上げてるっていうような感じにはなりますけど、小さいけど、そのお客さんは割で近所の方が来てくれるので、何でも置いといていいよ。ありがとう。焼き上げたやつ型から外す。ぶどうのタルトになります。ですね、季節ごとにタルトは通年出してるんですけど、
今ちょうど時期はブドウなんで知りますか？サワークリームと生クリーム、カスタードを合わせた特製クリームです。常連さんすごいですよ、本当に助けてくれてるなって。毎日来る人いっぱいいますし、普通に毎日来ます来るよね、毎日。はい。最近割と1年半ぐらい経ったんで、最初の1年に比べては人が来てくれるようになって、ちょっと混んでてすいませんとかっていう話をすると、なんかむしろなんか自分のその場所なんかそう広まってるのが嬉しいとかって言って帰ってくれたりとかします。さっぱりとしたヨーグルトまではいかないんですけど、軽く酸味のあるショートケーキになります。フルーツも割と甘いので相性はいいです。
しい気がする。
こんにちは。ありがとうございます。またお待ちしております。受け付けて。赤ちゃん。はい。かしこまりました。ありがとうございます。階段気をつけて。
32度、3度、4度。カメラ汚さないか心配。大丈夫です。ありがとうございます。お休みの日とかってどうされてるんですか？私はもう体のメンテナンスでも終わっちゃいます。整体してとにかくもうバキバキの体を少しでも元に戻すのにもう半日以上唯一続けられたのがヨガだったんで、もうジムもダメだったし、マラソンもウォーキングも一切続かなかったんですけど、週に1回しか行けてないけど、ヨガだけはずっと続いてるんで。
バターサンドのラムレーズン味なんですけど、一応お店では、一番人気のおすすめの商品になってます。バターにすごくこだわってて、新潟県の佐渡から手作りのバターを取り寄せて、佐渡バターっていうんですけど、全て職人さんが手作りで作ってるバターらしくて、すごく希少価値があるバターなんですけど、口どけがすごく滑らかで、こうしつこい感じが全くしない、すごく食べやすいふわふわのバタークリームになってます。すごいラムレーズンの香りが。そうですね。結構ラムをたっぷりラム酒結構たっぷり使用してるので。バターサンドは浅草のなんかこうお土産として買ってくれたらいいなと思うものをちょっと考えてた時に思いついたんですけど、やっぱり持ち運びが長時間できて日持ちするもの。
蜜すごいですね、ね。美味しそうですよね。家がこのお店やってたんで、ちょっとバイトを出たんですけど、ケーキ作ったら結構楽しくて。お菓子作りはいもともと好きだったんですいや、全然やったことなかった。やるようになってからちょっと学校にも行き始めたりとか、順番がちょっと順序が逆ではあったんですけど、働きながら行くっていう感じでしたね。なんか週に1回とか。はい。やり直したいぐらい面白いし。季節によって変わるんですか？そうですね。特に特に割と好き。シャインマスカットがすっごい多かったんですよ、今年。
人気があってレトロなケーキなんで朝からあると喜ばれます。数年前にうちのは生クリーム挟んで生ブッセみたいな。入れちゃいます。ちょっと似合いすぎます。赤ずきんちゃう。
つと塩キャラメル2つとあとマンゴーもらっていいですか？バナナ2個、あとベイクドチーズケーキを、2つお願いします。今日は何回目ですか？結構来てますね。6、7回来てるんじゃないですか。お気に入りの。一番好きなのが果物とタルトなんですけど、そうちょっと今日は朝早かったからでもチーズケーキも美味しいんで、はい、食べさせてもらってます。バターサンドも結構今バターサンド好きですね。なんか人にこうお土産で出す時にちょうどいいんで、バターサンド。あと子供の誕生日でよく使わせてもらうんですけど、これうちの子供バナナ好きなんで、チョコとバナナのケーキ美味しいんですよ。あとちょっとその時によって果物をいちごを足してとかも言ったらやってもらえるんで、なんかいろんなオプションつけてくれるんで、すごくいいですね。美味しいです。美味しいです。すごく美味しいです。それとやっぱりさっき言ったこれも美味しいですね。これが今一番お気に入りですか？これ僕一番好きです。すんごいフルーツ乗ってるんですよ。とても美味しいんで、ぜひぜひね、よかったら食べてみてください。今日なかったですけどありがとうございます。また帰ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも。焼き菓子に力を入れていきたいと思っていて、クッキー缶を今後は出したいと考えています。あとは浅草に観光に来た方に買っていても、これは絶対買っていきたいと思ってもらえるようなお土産を作っていきたいなと考えています。美味しいお菓子を作ってお待ちしております。浅草にお越しの際はぜひ遊びに来てください。
かもしれない。子供連れ主婦、奥さんのお使い的なって買いに行買っっててきてっていう。だいたい11時過ぎにはガラガラになっちゃう。昨日炊いたカスタ。めっちゃ入りますね、いちご。いつも癖で入れすぎてしまうなんか昔はゴロゴロさせたやつを入れたけど、食べるとき細かい方がいいなと思って切るようになったら明らかに多くなってまあいいかと思って。ホワイトチョコちょっとアクセントでいつも。
ームでタルトに流して焼く生地。
皿色綺麗ですね。そう作家さんの一点一点の手塚富山の人なんですけど、その人のお皿を使ってやりたくて、ケーキがなくなってもお皿が可愛いっていう。チョコのケーキの生地。これなんですか？これはクランブル生地です。クッキーみたいなちょっとザクザクしたような、贅沢すぎて溢れそうな気がしてきた。3つ持ってる。
けど感じに。うわー、多い断面図。気まぐれのケーキです。だからなんか仕上げとかも今考えながらやるっていう。しいやつです。気分ケーキ。これはリンゴをコンポートしたもの。煮すぎて原型ないのも嫌だから割と軽く煮たやつですね。
これ越し。交通整理しながらお客さんと喋ったり子供と戯れたり、お客さんのマスコット的存在になってて、お母さん雨なのに大変だねとか気遣ってくれたり影の重要な存在お待たせしました。こんにちは。いらっしゃいませ。とりあえずバナナはいジュースにと。はい。これも食べたかったね。それ可愛い。お料理ます。ちょうど頑張ってください。もうここの店ができた時ぐらいから来てます。はい。誕生日とかクリスマスとかイベントごとの時にそうですね、結構来ます。一番好きなやつとか。やっぱりでもいちごのショートとかは結構美味しいかもしれない。シンプルに美味しい。シンプル全部美味しいです。まあ一組ずつに来店の流れになってて、暗黙でお客さんがそれを守ってくれて、だからお客さんも1対1でいつも来てくれる方との会話とかも楽しめたり、後ろの人気にせずここだけの空間で接触できるから、それは私も楽しくて嬉しくてっていうインスタにあげます。一日にインスタ投稿するのめっちゃ多いですね。じゃあ2回は投稿して、ストーリーは1回か2回か。小田原来る前はインドネシアに寿司に行けてたんですけど、バターでソテーしてで、砂糖と一緒に煮るんですけど、最後でりんごのお酒とちょっとアプリコットを入れて少し酸味つけてってここってやっぱ手間ですね。どの工程が時間かかるんですか？こうやって包んでいく作業はそうでもないんですけども、この後卵塗ったりとかその後上にこう切り込みを入れたりとかっていうのがどうしても1個ずつしかできないので、効率的ではないですよね。紅玉がねすごい余ってたんですよ。どうしようかなと思って、とりあえずアップルパイでも作ってみようと思って、そしたらなんかあっという間にいなくなっちゃって、アップルパイないのアップルパイないのって言われるから続けることにして、
普通のりんごって結構香りが甘くて甘すぎる感じになっちゃうなと思ってりんごを煮詰めただけの甘さみたいなのが個人的には好きでいくらでも食べれちゃうみたいなそんなのを目指してますね。少しちょっと塩味効かせてるんですけど小田原来る前はインドネシアにいましたね。ジャカルタで寿司握ってたんですけど。ジャカルタでお寿司握ってました？はい、結構なんかみんなからびっくりされるんですけどスパラだけは老眼バカに食べれない。自分のやりたいことで生計立てたいなと思ってその時に初めて思ってお店やろうって思ったんですよね。1年で帰ってきてこの前は結構北海道にいたりとか四国のお遍路したりとか結構放浪してたんですよね。なのでお店の名前がバガボンドってフランス語で放浪者って意味なんですけどお店の名前もなんかそこから来てるっていう。火曜日は悪かったよ。火曜日は変なもんしてんね。
ショートケーキってみんな買うんですよね、とりあえずショートケーキみたいな、ほとんど日本の食文化みたいなもんですよね。結構いろいろ食べ比べたんですけど、小田原の紅ほっぺが一番美味しいと思ったから使ってるっていう、ほんとバランスが良くて、こうひいきしてるわけでもなんでもなく、ね、小田原の紅ほっぺが一番美味しかったんですけど。自分でこのケーキ屋をやるまで、いわゆるナッペっていう作業なんですけど、それやったことがなくて、何回も塗り直しして慣れるのが大変でした。プリンの生地みたいなイメージですかね。酸味のあるプリンの生地みたいな、そんなイメージです。
と、なんだっけ、このフルーツのタルト用ですね。いろいろね、盛り方こう毎日変えたりしてたんですけど、最近結構これが気に入ってるんで。コーヒー味のメレンゲ。お客さんからもよくこれは何なんですか、食べたらみんなハマるんですよね。
やってそれだけじゃない。早ければ3時間。牡蠣のさ、だし醤油みたいなやつがあるね。甘い醤油だから。名前が魂のシュークリームっていうんですけど、名前の由来っていうのが、カスタードを作るのにとても大変な作業で、もう皆さんが魂を込めてカスタードを作ってるっていうところから魂のシュークリームという名前になりまして、いつの間にか、一番のヒット商品になりまして、おかげさまでよく売れております。
メロンってちょっとある。全部使い切っちゃいます。必要でしょうか。
寝るっていうことは最近ね1時半ぐらいに夜だからは入ってないです。はい、25とかです。3秒ぐらいの3割とは。
ルコール類やマーガリンとあと着色料とか、そういうのを一切使わずにケーキを作っておりまして、妊婦さんとかお子様いろんな方に召し上がって安心して召し上がっていただけるようには心がけております。店作りにしても一応バリアフリーだったり自動ドアだったり車椅子やベビーカーも安心して入れるようには、心がけています。これから秋に向けてだんだん桃が冒頭に変わったり、あとはブドウですね、マスカットや巨峰、ピオーネになったり、あとはかぼちゃ、栗、芋、この秋の、味覚たちが賑やかになると思うんですけど、冬に向かってはもういちごとチョコレートがメインになっていますね。なので1年通して結構いろんな種類の、ケーキを作ってますので、秋が来ないようには心がけております。